単純に英語で本当に感っていう直感とかの感ですね。感っていう意味があって、古着屋さんずっとやってて何がいいのか悪いのかとかって探してるのも結構勘な部分が多いっていうのが、すごい好きだったんで、あとはちょっとパッっていう短い名前が良かったんでそれをつけさせてもらいました。最初もともと大学生普通にやってて、その頃原宿にずっと通ってたんですけど、そこでいろんなお店通うようになって、古着屋さん楽しそうだなとか、自分自身がすごい好きで古着屋に通ってたんで、その中で一度アパレルにアルバイトで大学生の時にバイトさせてもらって、そのまま就職とかも考えてたんですけど、そしたら一番最初のその古着屋さんのオーナーさんというかに声をかけてもらってっていうのがきっかけですね。その店は丸3年ぐらいいたんですけど、今でもお世話になってて、でその人たちとか先輩に助けてもらいながら、自分で改良したって感じです。基本的には多分レギュラー古着って言われる 90s 90年から2000年代と、ヴィンテージも入れてるんですけど、ストリートな、ノリが多かったり、あとスケーターだったり、ヒップホップとか、僕自身そういうカルチャーも好きなんで引っ張ってはきてはいるんですけど、でも正直あんまり決まってないかもしれないですね。レディースの服とかでも可愛かったら入れたいし、あともしかしたら自分自身でピックしてるんで、自分のその時の好き嫌いがちょっと反映されちゃうかもしれないですね。商品の特徴は、古着ってもう今古着屋さんもいっぱいあるんで、一点物って言ってもどこか被ってしまうものとかも正直あると思うんですけど、その中でも何これとか、あんまり見たことないって、僕自身も思ったり、お客さんにもなんじゃこりゃっていう感覚で伝わるものが一応売りなのかなとは思ってます。あとはパンツ類が僕の店になんか少ないって一時期すごく言われたことがあって、なんで結構ギミックの効いたデニムとかちょっとデザインが効いてるボトムスっていうのは今すごく好きで集めたいなと思ってますね。できるだけちょっと古着屋さんっぽすぎないと言いますか、もともと移転を、2年前ぐらいにしたんですけど、なんかその前のお店はちょっと本当にちっちゃい狭いところでやってて、いかにも古着屋さんみたいなごちゃついた感じだったんですけど、商材は色物もいっぱいあるしごちゃつくけど、できるだけさっぱり見てもらうというか、どういう方が来てくれても爽やかに見てほしいというか、あんまり重くなく、古着屋さんだから怖いなとかもなるべく取っ払いたくて、ちょっと綺麗にはするように心がけてます。逆に古着も映えるのかなっていうので、普通にラックというか棚だったんですけど、上に無理やり吊るしたらちょっと変で面白いかなと思ってかけてみたり、ミラーを大きく使ったりして、なるべくそんなに広くないお店なんですけど、ちょっと風通しが良くというか広めに見えるようには最初設定して作った感じです。これからも正直変えてはいきたいんですけど、ちょこちょこ内装、これはもう本当にケーキ屋さんというかで作ってたショーケースだよっつって先輩から譲ってもらったんですけど、こういうのに物を入れたらおもろくないとか、あと僕自身ちょっとシュプリームとかちょっとブランドのストリートのノリみたいのも好きなんで、ネオン管とかもオーダーして友達が作ってくれたりして、どっちかというとアメカジにならないような感じだったり、何なんだこの箱みたいな感じも作りたかったんで、あとはほとんど人に頼ってますね。友達にとか先輩に助けてもらったものもかなりあるかなっていう感じですかね。最初に僕がいたお店が原宿のビジネスアズユージュアルって、近くにあるお店なんですけど、そこの土地からのお客さんがずっとやっぱり通ってくれてるっていうのがまずあるんで、かなり上から下で言うと多分10代18歳から32、3僕世代ぐらいまでが多分ほとんどだと思います。接客もすごく好きな仕事内容に入ってて、まずはお客さんがその人が嫌じゃないように服を見てもらってとか、なるべくたくさん話をできるように、居心地がよくいてもらったりして、で何度も来てくれたら本当にだんだん仲良くしてもらってっていうのがほとんど今来てくれてる常連の方なんで、服を売るというよりは本当に店を好きになってもらうみたいな感覚で話をしたいかな。きっかけは本当に多分最初
通い始めた古着屋さんだったりとかで、お客さん同士友達になったり、なんかそういうところからイケてる格好したいよなっていうのがどんどんなってっていうので、多分古着屋さんに足を運んだっていうのが、間違いなくきっかけだったかなとは思いますね。あとは女の子と会う時の服自分で考えなきゃとかで、デートの服決め始めたのとかがもう本当それ高校生とかですけど、そういうのが多分最初の最初ではあると思うんですけど、やっぱり服好きになったことでなんか友達というか人間関係がすごく増えてしまったんで、そういう意味でどんどんハマっていったっていうのはあるかな。お客さん同士で何かしたりとか、もちろん古着屋さん同士で仲良くしてくれる人とかとじゃあ一緒にイベントをやったりとか、お客さんで会った人と、じゃあ仕事をするとか、そういうことができるようになったのは多分自分のお店を持ってから余計そうなったんで、それがまずお店を出してよかったなって思うのはまずそこと、あと一応そこにボードがあるんですけど、なんかサインをもらえるような、なんかちょっとだんだん有名になってった人とか、そういう人と出会えたり、友達たちがそういう風になってったりとかはちょっと別ですけど面白いというか楽しいことの一つ、特にお店を出してから楽しかったことっていうのはそういうことかもしれないです。一番楽しいのは服を買ってもらったことですね。それはずっと変わらずやっぱ持ってってもらった時が一番嬉しいかもしれないです。一応僕基本は古着なんですけど、友達と作ってる服とかがあったりもして、なんかそれをもっともっと面白くなんかどっかに置いてみたりとか、誰かとに来てもらったりとかコラボできたりとかっていうのは一個夢としてはあるんですけど、お店としては本当に店頭も一人でやってて、今年多分スタッフを入れるんで、なんかそのスタッフができて人がどんどん変わってきたりして、後々もう店を拡大してもうちょっとお店を何店舗か増やすっていうのが直近の目標にはなるのかな。たまに本当にお客さんで働けないですかとか、じゃあどうやって古着屋さんやったんですかとかって聞いてくれる子たちが若い子でもいて、ほんとめちゃくちゃ嬉しくて、それに関しては。ただやっぱり昔僕が多分古着屋さんやりたいなと思った時より多分古着屋さんももっと増えてるし、業界的にっていうとなんかちょっと広く取りすぎてますけど、古着屋さんをやるっていう人も多分少なくなくなってるというか、ただ最近の年を取ってしまったからなのかもしれないですけど、やっぱオンラインだけで古着屋さんをやっている人みたいのはなんか正直僕がやってる古着屋さんとはちょっとまた毛色が違うなと思ってて、やっぱその人に会ってその人と話して、その人がどういうの欲しくてその人がどうやって買っていくかみたいのが僕のやりたい古着屋さんだったんで、実店舗がなくてもいいんですけど全然、お店やりたい人はお店に行って話したりとか、お店を知らないと多分そういう古着屋さんにはならないのかなっていうのは、それは僕の個人的な意見なんで、正直どっちにせよ古着屋さんやりたいなっていう子たちは間違いなくやってほしいなというか、一緒に古着屋やってこうよみたいのは言うんすけど、原宿が特にあと今、店舗が減っちゃってるんで、原宿で古着屋さんやってほしいかなっていうのは個人的にはすごく思います。もうそしたら全然なんか相談してくれればやれることはやりたいなっていうのは、それがアドバイスになるかわかんないですけど、あと盛り上げれたらなっていうのは、若い子の新しいお店はだから気にはしてますね。見てますすごく。一応本当に無茶を言ってバンダナ巻かせてもらってちょっと顔隠させてもらってるんですけど、顔隠れてないんですけど、やっぱりお店ってやっぱ店員さんがいて、そうもちろん商材のテーマとか、テイストっていうのは絶対あるとは思うんですけど、やっぱり店頭にいるスタッフが一生懸命やってるお店が僕は一番かっこいいお店なんじゃないかなと思ってるんで、初めてうちの店に遊びに来てくれるんであれば、やっぱり僕がいる、今後だったらスタッフがいるんで、それも込みで楽しみにして来てもらえたらなっていうのは、接客業という言い方にすればもう上の人言い出したらいっぱいいるんですけど、それでもお客さんの満足度みたいのをなんか一生懸命古着屋なりには追っかけたいなと思ってたんで、どういう思いで皆さんがここに来てくれるかもちろんわからないんですけど、どういう思いで来てくれても大丈夫なように、構えて待ってるんで、ぜひみんなといつか会えたらなっていうのが、メッセージというか上から言うつもりもないんですけど僕はあとこの YouTube みたいなのに載せてもらうこともほとんど正直ないんで、本当に数回
だけなんですけど、今までなんかどういう人に会えるかなっていうのはすごく楽しみにはしてるんで、ぜひ遊びに来てほしいです。